前回のあらすじ。東西冷戦においてアメリカに勝利したソビエト連邦は、自らが率いるワルシャワ条約機構を欧州全体に拡大。かつて世界を二分したアメリカ合衆国は崩壊し、世界はソ連を基軸とした平和な時代が続いていた。しかし栄華を極めたソビエト連邦も、1990年代からは衰退期に入った。国内の不満が高まる中、第5代指導者のドミトリー・ヤゾフが暗殺されることで、その後の後継者を決める党大会で後継者が決まらず、2010年7月に KGB 長官のウラジーミル・プーチンがクーデターを画策。腐敗した政府を粛清し、ソビエト連邦を改革することを目的としたが、それはかえって核構成共和国の独立を促す結果となり、2010年9月15日にソビエト連邦は崩壊したのである。そしてソビエト連邦の崩壊は、既存の世界平和の構図を破壊するものであり、世界は混沌に向かって動き出すのであった。そしてその流れは極東の島国であっても例外ではなく、日本は再び100年前と同じ道を歩み始めるのである。こんにちは、ずんだもんなのだ。こんにちは、中国うさぎです。というわけで前回に引き続き、レッドワールダックスモッド、日本プレイの続きをやっていくのだ。前回の日本は、平和に平成22年の予算を決めていましたね。日本国内で何かあったというよりは海外で色々あったね。まさか超大国ソビエト連邦が崩壊するなんて。それにソ連崩壊の前後で世界各地でテロ、要人暗殺、内紛が勃発したのだ。特にソ連崩壊の1週間前には隣国中華人民共和国において、学生グループからなる自由主義派が中央政府に対し蜂起を開始したとのこと。史実よりもはるかに凄まじく、そして長期間続いた文化大革命、そして文化大革命の終焉後に始まった改革開放による海外からの自由主義の流入がこのような事態を招いたか。すでに立戦勝国家主席は北京を脱出、重慶に政府を移して反撃を開始するとのこと。民主派は一時的に金周辺と浙江省周辺を占領できているようだけど、徹底抗戦を主張した政府の姿勢の前に、その先行きは明るくないな。この抵抗運動があとどれほど続くのかが見ものなのだ。一方その頃日本国内では、経済の過熱感から政府の支出を抑制する緊縮財政に転換。一時的に景気は悪くなるかもしれないけど、長期的に見てこの緊縮は正しいと判断されるといいね。何その含みのある言い方。と、ここで中国で進行中だった自由派反乱が鎮圧されたのだ。中国の春は叩き潰されたか。でもこれで中国が思った以上に脆い存在であることが分かったのだ。なんだこれ。どうやらフランスの方で共産党政権に対しての抗議活動がピークに達したとのこと。さらにその抗議活動がフランス以外の欧州諸国にも広がり、ヨーロッパの春と呼ばれるムーブメントが起こっているようなのだ。かつて王の独裁に対して起こった革命が、今度は共産党の独裁に対して起こるのかな。このまま共産主義を打倒すれば欧州の未来は明るいのだ。今のところは内戦状態に陥った国はないものの、ここから先もしかしたら政変が起こる国が出てくるかもしれないのだ。だとしたらソ連に続き、欧州の共産主義国家が大量になくなるな。実に愉快なのだ。天皇陛下の行幸ツアー。宮内庁、警察庁、外務省は先週、天皇陛下の東南アジア諸国訪問の準備を開始した。マレーシア、タイ、シンガポールは同じ共産主義国家に包囲された国として日本と共通点が多く、今回の訪問は日本が東南アジアの名手としての第一歩を踏み出してもらおうと期待する声も多い。クアラルンプールを最初の訪問地として全てが整った。東南アジア方面に同行するんだね。ソ連が崩壊して東南アジアの共産主義国家は足並みが乱れているのだ。この天皇陛下の行幸は東南アジアにおける非共産主義国家に対して日本の下で団結を促すという目的もあるのだ。非常に重要な外交行動なんだね。天皇陛下の暗殺。昨日、クアラルンプールを訪問中だった天皇陛下はクアラルンプール国際空港に置かれまして、警備員2名に突然襲われたとのことです。天皇陛下はその後すぐにプトラジャヤ病院に搬送されたものの、搬送中においてすでに崩御あらせられました。その後の調査の結果、
天皇陛下からは VX 神経剤が検出されました。また犯行に及んだ警備員2人の取り調べの結果、朝鮮民主主義人民共和国の工作員であることが判明。現在、宮内庁は朝鮮に対しての制裁を提案しています。あわわわわ、とんでもないことになったのだ。なんで警備員が工作員であることを見抜けなかったんだ？いや、そんなこと言われたってまさかこんなことが起こるとは思わないじゃん。どうしよう。とりあえず次の天皇救いに向けて動いていこわかったのだ。そして2010年12月15日、成人天皇が即位。また新元号も正式に令和として決まったのだ。う。新たな時代はあまりにも突然に始まったな。本当に突然のことすぎて、政府も首相を含め一部の人しか即位の礼に参加できてないのだ。そして国家方針は令和元年に進むよ。国内では右翼を中心に対朝鮮で強硬論が上がっているし、その対処も必要だな。さらに平成天皇暗殺事件を受けて自民党の支持率は下落傾向なのだ。特にトップである玉上首相は消極的姿勢が目立つようになっていて、そろそろ次の首相についても考えていくべきなのだ。次の首相って例えば誰なんだ？現在の日本の自由的に安倍晋三か石原慎太郎が候補にいるのだ。ただ今回は安倍晋三を首相にしていく方針にするよ。その頃世界ではビルマにおいて民主派が選挙に勝利。また朝鮮ではキム・ジョンイルが死んだとのこと。キム・ジョンイルね。あんなことをしといて穏やかに死にやがって。後継者についてはどうやらキム・ヨジョンになるようなのだ。意外だな。またなんかイベントが来た。今度は2011年の3月3日に仙台の東約130キロの沖合でマグニチュード 8.9 の大地震が起きたようなのだ。東日本大震災か。若干起きた日が違うけど、東北、関東、北陸の工場に被害が出るね。かなり広域に被害が出た。でも史実と違って福島第一原子力発電所に被害がないようなのは不幸中の幸いか。この世界だと2006年に堤防の強化や施設の補強を行っていたのが功を奏したのね。そして2011年3月25日には首相が玉上から安倍晋三に交代。大震災が起こった直後で国内は混乱しているけど、まあ頑張れ。いや本当にタイミング悪いな。なんかルーマニアで内戦が起こってる。どうやらルーマニアの春と呼ばれる共産主義政権に対しての反乱が起こった模様。そして軍隊までもが反乱側に加わったようだな。おや、今度は何なのだ？どうやらソニーにおいて不正会計疑惑が持ち上がった模様。情報源は？匿名のネットユーザーが LINE に投稿した内容を朝日新聞が取り上げたようだね。匿名ユーザーだ。そんなの偽の情報に決まってるのだ。バカバカしい。一応調べはするけど。一部からは財界と政府の癒着や経済の健全性に疑問を持つ者も現れているぞ。パニック状態になる前に対応をお願いしますよ。わかってるのだ。とりあえずはソニーの会計不正に対して対処して、その後はホンダとトヨタに対しても対応をするのだ。お前ら何しれっとやらかしてるんだよ。政治力がものすごい勢いで減っていくのだ。ここまで対応したんだからパニックは最小限になってないのだ。東京証券取引所、過去に類を見ないほどの大暴落を起こしています。これが令和のブラックマンデーか。そんなのんきなこと言ってないでなんとかしなさいよ。わかってるけど、いかんせん暴落が止まらねえのだ。安定度が 10% も下がる。さらに消費財工場も 17% 上がって、臨時工場の建設速度に至っては半減するよ。こりゃ明日は中央線が止まるな。こんな感じだと昨日も今日も明日も止まってると思うのだ。でもまあ、ソニーとホンダとトヨタがちょっとやらかしただけで、国民は少々過剰反応しすぎなのだ。国民には落ち着きを取り戻すように呼びかけるのだ。しかし今度はゆうちょ銀行で預金が引き下ろせなくなる事件が発生。民営化して失敗したな。暴力沙汰になってるようだし、なんとかしないと。わかってるよ。そして一連の経済的混乱を受けて、日本国内では大規模な抗議運動が発生。抗議は安倍晋三首相の辞任を求めるもので、一部では暴力的な衝突も発生しているとのこと。やばいな。しかもデモを起こしているのは共産主義者なのだ。裏で労働党バイトを引いてそうだ。こうなったら戦車を用いて抗議者に手厚い対応をしてやるのだ。さらにわざわざ抗議をしてくれて、共産主義者が誰だかは分かったよ。ここで共産主義者を一斉逮捕ですか。ピンチをチャンスに変えるのが僕のやり方なのだ。さらに東京に軍隊を派遣。抗議運動を強制解散させるよ。荒技な気もするけど仕方ないか。さらに本日より国家非常事態宣言を発布。少しでも怪しい動きをしたら逮捕なのだ。なんだこのディストピアは。そしてこのどさくさに紛れて国会で有事法が可決。
表向きは国内で現在行われている抗議活動を抑えるものだけど、本当は平和憲法とその派生条項を無効化するものなのだ。国家が非常事態に陥った時のために政府の権限を大幅に強化したんだな。ちなみにその国家の非常事態の基準は国家が決めるのだ。やりようによってはいくらでも決壊できる法律じゃん。まあまあ、それはそうと、我々日本政府はただ反対派を弾圧するだけではないのだ。この経済危機に対して補助金を出して生活苦の国民を助けるよ。さらに働き口を失った人に対しては分で雇用。失業率もこれで下がるね。軍隊は規模を拡大しているところだしちょうどいいのだ。一体何のために軍拡してるんですかね。そんなこと聞かなくても分かってるでしょう。まあね。そして恐慌から日本は徐々に立ち直っているのだ。恐慌の最中に法律は変わり、経済も変わり、この一連の変革は令和維新と呼ばれるようになったよ。なんか日ごとのファシズムへの支持率が上がるのが気になるけど、まあ恐慌から立ち直れたならいいか。一方この頃の海外ではフランスが内戦状態に突入。極左、極右、リベラル派が互いに戦い合う地獄と化したのだ。どの勢力が勝つかによって欧州の今後がだいぶ変わりそうだな。まあ日本にはあんま関係ないと思うけどね。そっか。一方でこちらは日本に関係ありそうなのだ。現在朝鮮では苦難の行軍と呼ばれる大飢饉が発生中。ソ連が崩壊して支援が途絶えたせいで一気に経済が崩壊したのか。燃料がなくなり、現在は電力、流通、食料が全て停止したとのこと。朝鮮の経済発展は外国からの支援ありきであることが証明されたな。さらにベトナムでも電力危機が発生。ベトナムでも共産主義政権が倒れるか。またソ連ではなく新生ロシア連邦でも動きが見られたのだ。なんかベラルーシに侵攻してる。さらにロシアはベラルーシだけでなくウクライナにも侵攻。どうやら民主化したと言っても領土欲はしっかりあるようだな。これならドイツ率いるワルシャワ条約機構の方がマシなまであるぞ。安倍晋三の暗殺。2012年2月19日、安倍晋三首相が奈良で暗殺された。近鉄大和西大寺駅近くの路上で、安倍首相は歩道脇の仮設台に立ち、拳を振りながらマイクに向かって演説をしていた。演説が始まって1分も経たないうちに、背後から2発の大きな銃声が鳴り響き、安倍首相は2発の銃弾を受けたのである。その後安倍首相はすぐさま病院に搬送されたものの、その後に死亡したと NHK が報道した。次回、軍歌再び。お楽しみに。